皆さんこんにちは。こんにちは。この動画は自転車の走行抵抗を勉強していく動画の第3弾、タイヤの転がり抵抗編です。第3弾だけど、この動画から見ても大丈夫なように作ってるから、見ていってもらえると嬉しいです。お品書きはご覧の通り。まずはおさらいから始めていきましょう。左のグラフは自転車の走行中にかかる抵抗を種類ごとに色分けしたものです。上から途半抵抗、空気抵抗、転がり抵抗、駆動系ロスという感じに重なってます。今回はここ、転がり抵抗です。転がり抵抗っていうと、文脈によってはベアリングとかの回転時にかかる抵抗のことも含むけど、車両関係の話で単に転がり抵抗って言ったら、タイヤの転がり抵抗のことを指すことが多いです。主にタイヤの変形に由来する抵抗で、他に摩擦由来のものもあります。また、タイヤが回転時に発生する空気抵抗も含みます。普通はホイール由来の空気抵抗や、ハブのベアリングの抵抗は含みません。タイヤそのものの回転の空気抵抗を含むのは、単に測定時に切り離し不能だからという事情が大きいかと思います。理論的なお話の前に、転がり抵抗が走行にどれくらい影響するのかをざっくり見ていきましょう。平地と勾配 5% の山道を設定したグラフを作りました。黄色の部分が転がり抵抗ですが、一番目立つ空気抵抗、勾配次第ではいくらでも増えると反抵抗と比較すると、地味な感じがしますね。例えば勾配 0% の時速 30km では約 18% が転がり抵抗です。時速 30km ならこんなもんですが、低速域ならそれなりに存在感を出してきます。平地の方のグラフの低速域を拡大してよく見てみましょう。時速 15km 以下あたりから転がり抵抗が最大勢力になっていますね。もちろんこれはアーシが適当に設定したパラメータで計算しているので、現実とは異なる部分もありますし、皆さん条件は様々です。でも、空気抵抗や途半抵抗ほどではなくても、条件によっては無視できない影響力を持っているって覚えておいてください。ちなみにですが、自転車ではこんなもんですが、自動車ではより重要度が高いと言われています。これは乗用車っぽいパラメータを設定したグラフです。勾配は 0% 設定で、駆動系のロスはよくわからないので除外しています。なので、空気抵抗と転がり抵抗だけですね。以前の空気抵抗の動画の際にお話ししましたが、乗用車は空力的にとても優秀です。それに対して乗用車用タイヤの転がり抵抗は比較的よくありません。結果として、このグラフでは時速 50km あたり、一般的には 60km あたりまでと言われることが多いようですが、そのあたりの速度まで転がり抵抗が最大勢力になります。なので、自動車用タイヤの転がり抵抗軽減は、環境保護の事情もあってとても重要視されています。なので、全てかは知りませんが、売られているタイヤには基本的にこのような転がり抵抗を示すラベルが付けられています。次は、転がり抵抗の算出にどのような計算が使われているのかについてお話しします。転がり抵抗は一般にこの式で示されます。過去一簡単な式ですね。N は垂直抗力、つまり地面と垂直方向の力のことです。それって自重のことなんじゃねえのって話ですが、斜面だと斜面に垂直な力で計算しないといけないので、若干小さくなります。でも 15% の激坂でも 1.1% 小さくなるだけだから、普通は自重そのままを計算に使っていいと思います。 CRR は転がり抵抗係数と呼ばれています。タイヤの種類や空気圧で決まる固有の数値です。タイヤの構造は複雑なので、タイヤメーカーは解析してある程度予測できるらしいですが、基本的には計測して求めます。専用の試験機でタイヤを回転させて、どれくらいパワーロスしたか測定するわけですね。転がり抵抗係数は速度にもある程度依存しますが、
実用的な範囲では変化が少ないので、この要素は基本的に無視されます。で、毎回同じ説明するんだけど、これまでの式は転がり抵抗により受ける力を表しています。これによるパワーロスを算出するには、その時の速度をかけなければいけません。なので、このグラフのように、転がり抵抗によるパワーロスは速度に比例する直線になるわけです。では、具体的な転がり抵抗係数はどんなもんなんでしょうか？自動車用タイヤでしたら先ほどのラベルで大体わかります。転がり抵抗係数には普通単位をつけませんが、このラベルではニュートン/キロニュートンとしていますね。ニュートンは分母と分子で打ち消し合うから大した意味はないのですが、キロは1000倍を表すので、単位なしの転がり抵抗係数を1000倍にしたものということです。単位なしに戻すなら、0.0065 から 0.012 ということですね。これがどういう意味合いかと言いますと、自重の 0.6% から 1.2% くらいの力で後ろに引っ張られるということです。以前の途反抵抗の動画で、自重に勾配のパーセントをかけると、大体抵抗力になるって言ったのを覚えてますでしょうか？途反抵抗も、転がり抵抗も自重に比例する抵抗ですから、とても比べやすいです。転がり抵抗係数 0.006 の場合、勾配 0.6% の上り坂と同等、転がり抵抗係数 0.012 なら、勾配 1.2% と同等といった感じに置き換えることができます。これ、覚えておくと後ではかどるかもしれませんよ。さて、自動車タイヤの話はほどほどにして、自転車用タイヤの転がり抵抗を見ていきましょう。自転車用タイヤには自動車用のようなラベルはついていませんが、転がり抵抗を計測して公開してくれている有名なサイトがあります。この有名なサイトってのは、バイシクルローリングレジスタンスって言うんだけど、実用的な話でしたら、ここを眺めながら他の機能や予算に合わせてタイヤを選ぶでいいと思います。試しにロードバイクの測定結果一覧から一番上にあったタイヤ、ビットリアのコルサプロスピード TLR のデータを見させていただきましょう。 28C のチューブレス、とても高級なタイヤです。デフォルトで転がり抵抗の低い順に並んでいるので、これは数ある測定結果の中で最も低い転がり抵抗を持つタイヤということです。具体的には 7.4 バール時に 0.00168 とのことです。先ほどの乗用車用タイヤのラベルをもう一度見てみると、最も良い等級の AAA での基準が 0.0065 です。コルサプロスピードはこれの4分の1くらいだからめっちゃ良いですね。これは1万円くらいする高級なタイヤですが、半値くらいの実用的なタイヤでもロードバイク用なら 0.004 から 0.005 くらいなので、全体的にかなり優秀です。ちなみに冒頭で見たグラフは、転がり抵抗係数 0.004 で設定して作りました。この普及価格帯くらいの性能のタイヤを、コルサプロスピードのような超高性能タイヤに変更したら、どれくらい差が出るでしょうか？ちょっと計算してみましょう。2つのグラフを重ねて書きましたので、200W を基準にして比べてみましょう。同じ速度の場合、節約できるパワーは約 15W です。節約したパワーを速度向上に費やす場合は、34.7km から 35.8km への約 3% の速度向上が期待できます。これはなかなかではないでしょうか。次に上り坂の場合を見てみましょう。勾配 10% の坂道なら 4.2W で 9.5km から 9.7km の約 2% の速度向上が狙えます。勾配がきついと途反抵抗の大きさに飲み込まれる感じですが、それでもなかなかの影響力です。勾配 10% の坂道でこれと同等の効果を軽量化で狙うと約 1.6kg が必要です。ところで、さっきの転がり抵抗と途反抵抗の関係は覚えていますでしょうか？どちらも自重がかけられる計算ですので、
ヒルクライム時に転がり抵抗軽減がどれくらいの軽量化に相当するか算出することができます。導く過程は見たい人だけ一時停止してみてもらうとして、結果としてこんな式になります。サインαのαは坂道の角度ですが、常識的な坂なら勾配のパーセントを100分の1にして使っていいです。これだけだとさっぱりなので、グラフにしてみます。先ほどの例では、転がり抵抗 P 数が 0.0023 改善されていたので、勾配 10% だと約 1.5kg くらいの軽量化に相当すると読めます。半分の勾配の 5% 勾配なら、約 3kg の軽量化に相当します。勾配が大きいほど軽量化が有利になるのですが、それでも転がり抵抗軽減がかなり強い印象を受けますね。転がり抵抗係数を 0.002 も改善するには相当良いタイヤを入れなければいけませんが、仮に転がり抵抗係数の改善が 0.001 だとしても、大体の場合 1kg 以上の軽量化に相当します。後半の章でお話ししますが、転がり抵抗軽減は他の性能とある程度トレードオフになるので、極端に転がり抵抗が低いタイヤは普段使いには厳しいと思います。それでもウェアと並んで費用対効果の高い部品の筆頭かと思います。ウェアは部品じゃないでしょう。さてさて、グラフいじりはこのくらいにして、ここから先は雑学というか教養として、転がり抵抗とはどのような現象か見ていきましょう。最初の方にも少しお話しした通り、転がり抵抗はタイヤ回転時に発生する抵抗をまるっとひとまとめにしたものです。なので、実際にはこの3つの抵抗を合算したものです。一つはタイヤの変形に由来するもの。もう一つはタイヤと路面間の摩擦で発生するもの。最後に回転に伴う空気抵抗です。とはいえ、後ろ2つの影響はかなり小さいそうで、9割くらいを最初に言ったタイヤ変形による損失が占めていると言われています。若干歯切れが悪いのは基本的に自動車用タイヤの話なんですよね。タイヤ関係の資料はいろいろあるのですが、基本自動車用で、それが自転車にどれくらい当てはまるのか正直よくわからないんです。不勉強で申し訳ないのですが、そこのところ承知でお願いします。ごめんね。とにかく、この動画では転がり抵抗の主要因であるタイヤ変形によるロスについてお話しします。なぜ変形が抵抗になるのでしょうか。まず単純化のため、金属のような硬い円盤が転がる場合を考えてみましょう。金属とはいえ、接地部分は微妙に潰れて平らになっているはずです。円盤から見て、接地箇所、つまり潰れている箇所は回転に伴って常に移動しています。なので回転軸の真下を境界として、前方は常に圧縮途中、後方は反発して戻る途中になっています。前側の力は回転を妨害する方向ですが、後ろ側の力は回転を促進する方向です。力の大きさが同じならプラマイゼロですね。実際には圧縮の過程で一部が熱エネルギーになったりして、後方の力の方が小さくなってしまいます。とはいえ、めちゃくちゃ差が出るわけではないので、金属製の車輪の転がり抵抗は低いです。ゴムのような粘りのある物質はちょっと事情が違います。粘りにより変形の回復にラグがあるので、圧縮が戻るときに十分な力を地面に与えてくれません。前後の力の差が大きくなって、鉄輪より大きい転がり抵抗になってしまいます。いくらロードバイク用タイヤの転がり抵抗係数が小さいといっても、鉄道の車輪の転がり抵抗係数よりは1桁大きいです。この損失分のエネルギーは、例によって熱エネルギーになってタイヤ発熱の原因になっています。このようなゴムの性質を粘弾性、変形と回復によるエネルギー損失をヒステリシスロスと言います。賢ぶりたい時に使えるかもしれませんね。実際のタイヤはどのように変形しているでしょうか。横から見ると接地面の前後が大きく折れ曲がりますね。ここは大きな損失となっています。
断面で見るとこんな感じで、ここら辺も大きなロスになっているはずです。タイヤ側面の部分も大きく変形しますが、ゴムが少ないので大したロスにはなりません。タイヤの接地面付近の部材をトレッドと言いますが、乗用車の場合抵抗の7割くらいがこのトレッドと、その下地となるベース部材から発生していたはずです。自転車用ではこういう割合の話は聞いたことがないのですが、そもそもトレッドとその両脇のショルダー部以外、ほとんどゴムが貼られてないタイヤも多いから、やはりトレッド部が主要な発生源になっていると思われます。このようにロスの発生要因、発生箇所がわかると、どのようなタイヤが低い転がり抵抗を持っているのか見えてきます。適当に転がり抵抗軽減に役立ちそうな方策を並べると、こんな感じでしょうか。いっぱい出た。分類は適当です。これまで説明してない用語とかも出てきちゃってますが、細かいこと話してると無限に終わらないのでざっくり説明していきます。まず単純にゴムの量を減らすことが効きます。特に抵抗の発生源であるトレッド部を減らせば効果てきめん。ナオライフとタイパンク製。そうだね。これに限らずだけど、大体何かの性能がトレードオフで犠牲になります。軽量の薄型チューブもゴムの削減と言えるでしょう。流行りの TPU チューブはゴムの削減というか、まるっと置き換えられてますね。もっと昔からあるラテックスチューブもゴム種の置き換えですが、TPU チューブと同等程度の転がり抵抗で知られています。これらは標準的なブチルゴムチューブと比較すると、転がり抵抗係数で 0.0005 くらいの差が生じるようです。さっきのグラフを思い出してほしいのですが、0.0005 でも結構すごいですよ。TPU チューブは強烈な軽さが印象的ですが、それでも日本で 150g くらいの軽量化ですから、ほとんどの場合で転がり抵抗軽減効果の方がずっと大きいくらいです。なおどちらもコストと保守面で難ありの模様。チューブが先に出てしまいましたが、タイヤ本体のゴムの改良や置き換えももちろん効きます。有名な話としては、ゴムの充填剤をカーボンブラックからシリカに置き換えると転がり抵抗が小さくなるって話があります。なんで小さくなるかってよく知りません。科学は苦手なんです。知らないことは説明できないのでここはカットで。これも耐摩耗性やグリップ性能とトレードオフになりがちですが、逆に低温特性は良くなったりするので、必ずしも転がり抵抗と他の性能が相反するわけではありません。次に変形の抑制とコントロールです。最も馴染み深いのは、空気圧を上げることによって変形が抑制されて転がり抵抗が軽減されます。ある程度で頭打ちしますが、基本的に空気圧は高ければ高いほど抵抗が低くなります。バイシクルローリングレジスタンスの有料会員だと、1タイヤにつき4つの内圧のデータが見れるので、どんな感じに変化するか大体わかるのですが、ここでそれを見せるわけにはいきませんね。IRC のサイトにそれっぽいグラフがあったので、代わりに置いておきます。チューブレスタイヤの説明用のグラフじゃねえか。チューブレスの話は後でちょっとやります。とはいえ実走行においては硬すぎると跳ねてしまってまともに進まないので、路面状況と相談してそこそこに抑えるってのが最近の主流ですよね。そもそも硬けりゃ硬いほどいいなら、リムにゴムシート貼ればいいんだから当たり前ですね。もうちょっとひねった話なら、タイヤの形状や骨格材料の工夫で、トレッド部の変形を重点的に抑える方法があります。変形によるロスのほとんどはトレッド部で発生しているので、他の部分が優先的に変形するように工夫するんですね。ここのケーシングの改良ってのは、その要素が強いです。ケーシングってのは、タイヤの骨格として全体に張り巡らされているコードの層のことです。よく自転車タイヤのスペックに 100TPI とか 200TPI とか書いてありますが、これはケーシングに使っているシート1枚の1インチあたりのコード本数を表しています。コードは密に並べて隙間をゴムなどで埋める感じになるので、
実質的に TPI はコードの細さを表していると言っていいと思います。細いコードで作られた骨格は曲げ方向の剛性が低く、先ほどの理屈で転がり抵抗が軽減されます。最近話題のタイヤのワイド化もトレッドの変形を抑制することができます。こちらはシュワルベのサイトからお借りした図ですが、太いタイヤは接地形状が幅方向に広がり、前後方向に短くなるので抵抗が小さくなると説明されています。そのまま文章を翻訳して引用してみましょう。同じ空気圧の場合、幅広タイヤと細いタイヤの接地面積は同じになります。幅広タイヤは横方向に潰れ、細いタイヤは幅が狭い代わりに縦に長い接地面を持ちます。この潰れた部分はタイヤの回転にとって不利に働くと考えられます。細いタイヤは接地面が縦に長いため、ホイールの丸さがより失われ、回転時の変形も大きくなります。一方、幅広タイヤは接地面の長さが短く、転がる方向への影響が少なくなります。その結果、タイヤの丸さが保たれ、転がり抵抗が減るため、よりスムーズに転がるのです。これは多分端的に示してるだけで、実際はこんなに単純じゃないと思います。事実としてバイシクルローリングレジスタンスで同銘柄サイズ違いを見てみると、だいたい太い方が抵抗が低いです。3サイズ測定されている GT5000 のチューブレスのデータを見てみましょう。データ点数が少なくて寂しいですが、これは無料で見れる範囲だけプロットしてるからです。有料のデータを見ても傾向は同じですよとだけ言っておきます。25C より 28C の方が明確に成績が良いですね。でも 30C は 28C より若干悪いです。でもタイヤってサイズ違いでも一つ一つ人間が設計してるので、同じものの単純な拡大版、縮小版とは限らないので、こういう逆転現象も別に不思議ではないです。1個の数字で判断できるほど簡単じゃないってことですね。ちなみに乗用車のタイヤでも、同銘柄なら幅の広いサイズの方が低い転がり抵抗のラベルがついていることが多く、幅広の方が転がり抵抗が小さい傾向自体は間違いないです。とはいえ、太いタイヤは空気抵抗や重量の増大につながりますし、高圧にも対応しにくくなります。実際、世の中の低燃費な乗り物は基本的にタイヤが細い傾向です。まあ細い方がいいとか、太い方がいいとかではなくて、どっかに妥協点があって、それがロードバイク系だと現在の技術で 28mm くらいってことかと思います。基本的な要素はこの程度かな。他にもトレッドパターン、つまり溝形状による違いとか、あとは直径は幅と同じような理屈で大きい方が抵抗が小さいとか、話そうと思えば色々あるけど、動画が終わんないのでカット。もう20分超えてるわよ。最後に根本的な構造の変更として、チューブレスタイヤとラジアルタイヤについて少しだけ。チューブレスタイヤはご存知の通りチューブを排除して、代わりにタイヤそのものに気密性を持たせたタイヤです。チューブがない分ゴムが減らせそうですが、気密を保つ構造が必要になりますので、ゴムの量的には一概に有利とは言えず、個々のケースによる感じです。ですが、チューブレスの場合、チューブとタイヤ間の摩擦がなかったり、サイド部の無駄な防静アップが抑制されます。結果としてチューブレスは転がり抵抗がかなり小さい傾向があります。さっき別件で使わせてもらったグラフね。引用元の IRC のページでは、チューブレス化により 20% の転がり抵抗の軽減が可能とあります。バイシクルローリングレジスタンスでも成績上位はほとんどチューブレスですね。チューブ入りでも TPU チューブやラテックスチューブである程度差を詰めれますが、よくて 15% 改善くらいなので、ちょっと逆転は難しそうです。軽量チューブレスタイヤは基本的に気密性補助のシーラントって液体を内部に入れなくちゃいけないので、例によって保守性に若干の難あり。最後にラジアルタイヤ。
これはタイヤ骨格の構造をまるっと見直すものです。斜めにクロスしていたケーシング部材を直径方向にまっすぐにして、円周方向はベルトという別の部材が支えるように役割分担します。従来構造、バイアスタイヤと言いますが、この絵ではベルト的なものが入っていますが、これはパンク対策も含めた補助的なものなので必須ではありません。ラジアルタイヤのベルトは絶対必要です。この構造によりサイド部とトレッド部の設計を切り離せるので、より柔軟なサイドを作れたり、自動車用で見られる超平べったいタイヤが可能になったりするわけですね。この構造は自動車タイヤにはとても有用で、乗用車用はほぼほぼラジアル化されています。でも、二輪車用タイヤには不都合な点も多く、特に自転車用タイヤではほぼないと思っていいです。でもちょいちょいチャレンジャーが現れるので、将来的にどうなるかは分かりません。これ以上具体的な話をしようとすると、タイヤ構造や製法の話をしないとわけわからなくなって、動画1本分になっちゃうからやめましょうね。今回も長くなってしまいましたが、これで終了です。テーマが転がり抵抗なので、転がり抵抗が低いほど良いみたいな雰囲気になってしまったのですが、実際はタイヤの性能の一要素に過ぎないので、皆さんは総合的に判断して選んでくださいね。アーシも普段使い用はごっついタイヤにごっついチューブですよ。その方が安くて丈夫で、空気圧もよく持ちます。しかし、タイヤは複雑ですね。今回タイヤの構造や製法はほとんど触れませんでした。チューブラータイヤの存在も完全に無視しましたが、それでも25分以上になってしまいました。そこら辺はまた別の動画でやりたいですね。さて、このシリーズも転がり抵抗まで終わりましたし、次は駆動系のロスかな。次で最後かしら。もしかしたら加速抵抗編もやるかも。やっぱり加速を無視し続けるのはもやっとするし。まあとりあえず今回はここまでですね。この動画を面白いと思ってくれた人は他の動画も見てみてくださいね。よければ X フォローもお願いします。チャンネル登録もお願いします。それじゃまたね。バイバイ。バイバイ。